はい、皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。バレーボールプレイヤーの高橋藍と高橋瑠衣です。お願いします。よろしくお願いします。新年明けましておめでとうございますということで、皆さん今年も良い1年になるように、頑張っていきましょう。今回 YouTube では2021年の振り返りと2022年、新年の自分たちの目標を話していければいいなと思っています。ぜひよろしくお願いします。お願いします。やっぱり YouTube はいろんな人が見るんで、いろんな人からYouTube 始めたんやとか、バレーボール選手の中でも YouTube コラボしましょうねとか、いろいろそういうおめでとうっていうことがすごくいただきましたね。自分は YouTube 始めて、周りが1本目からありがたいことにたくさんの人が、見てくださったので、周りの反応は登録者えぐみたいな。伸びがこんなにも、たくさんの人に見てもらえると思ってなかったので、これからもっともっと自分たち兄弟でバレー界を盛り上げていきたいなと思います。盛り上げていきましょう。盛り上げていきましょう。何をしたら面白いかとか話したくない？どんな企画したらいいかなとか。そうやな、1週間ぐらいおった時に、こんな、でもなかなかな、今離れてるからこうやってズームでみたいな感じだけど、2人で撮れるってなったらもっとこんな固まったような感じじゃないやろからちょっと緊張してるかんけど。何やったらいいかとか、でもバレーはやっぱ基本見てもらってるから、試合とかで。バレーとかよりもやっぱそういう私生活とかそっち系の方が見る人は面白いんじゃないかなとか思ったり。それはなんかコメント欄でもコラボしてくださいとか、なんかこんなんみたいですみたいな結構あったから、俺めっちゃコメント読んでるからさ、面白いなとか結構あったから、そういったなんかみんなが見たいような動画作っていけたらなって。もうどんどん言っていってほしいよな。なんかこれやってほしいとか。できること全然答えられるよな。一番多かったのはやっぱ質問コーナーかな。なんか質問になんか答えてほしいですみたいなのが結構多かったから。なるほどね。いいね、それも。そんな質問なんぼでも答えますよっていう感じだけど。僕はやっぱりもう今年1年はもう4月からずっと代表シーズンも始まって、で大学もあってって今またイタリアにいるっていうもう2021年状況やったんで、だからバレーしかほとんどやっぱしてない。やっぱ家族と過ごす時間もほとんどなかったですし、去年1年は特にバレーボール好きやったんで、自分の中ではやっぱり東京オリンピックなのかなって思いますね。東京オリンピックでバレー界の中でも応援してくださる方が増えましたし、すごく人生が変わったって言ってもいいぐらいの、そこが一番大きな自分の中では印象に残っている部分かなと思いますね。自分は今年1年間はなんか自分の感じ方的には1年間めっちゃ早く感じて、大学でキャプテンをやって、そのキャプテンの毎日の忙しさっていうか、なんかこれっていう、なんかこの1年間で自分を見つめ直せる時間になったかなと思います。間近でランのこの活躍ぶりを見てて、自分は怪我もして何もできなかったって1年間だったんで、そこで自分を見つめ直して来年こそはもっと頑張ると、自分の自身の中から見直せた1年間になったかなと思います。嬉しかったことか。いろんな方に本当にバレエやってるだけですけどありがとうっていう言葉を言われるのが本当に今は一番嬉しいのかなと思って、やっぱそれが今特に頑張れる力ともなりますし、オリンピックの以前からやっぱり応援してくださる方にありがとうって言われてたんですけど、やっぱオリンピック終わってからさらにやっぱり今回の本当にバレーボール男子感動したよとか、それは特に今年1年多くありがとうっていう言葉をいただけたっていうのが、すごく嬉しかったかなと思いますね。自分もやっぱりランが今言ったみたいにありがとうってめっちゃ言っていただけたっていうので、自分もランがオリンピックで活躍して自分でさえも周りにありがとうだったりとか、なんかお兄ちゃんも頑張ってくださいとか、同じ舞台で輝いてるのみたいですとか、自分も怪我しててすごい落ち込んでる中で励ましてくださるファンの方々の声、DM とかも全部読んでて、すごい温かいコメントが多かったんで、自分のこれからの頑張る力にもなるし、そういった人のために応えていきたいなって思います。ほんまになんかシンプルな言葉って一番嬉しいなって思うよね。やっぱバレエやってて、なんかそういう言葉がほんまになんか頑張れるし、人にやっぱ影響を与えてんなみたいな。
そうやな。なんか逆になんか、こんなことまで知ってくれてんのとか、なんか、そんなに、こんなこと言ったっけなみたいなんとか、なんかほんま細かいところまで知ってくれてる人とかいるから、まあ、逆に変なことできひんなって感じだけど。でもまあ、オリンピックの影響力ってやっぱりすごかったよな。すごいね。やっぱ、まあ特に無観客やったから。やっぱテレビでもう見るしかなかったし、応援してくれる方々。だから、まあ、余計テレビで見る機会っていうのが、今回はオリンピック多かったんじゃないかなって思うけど、まあ、そこでしか見れへんかった。まあ少し、寂しい部分もあったけど、お客さんがいい日っていうので。まあでも、やっぱそれだけ、テレビの前で応援してくれる方がいたっていうのは、本当に頑張ってよかったなっていうか、本当にオリンピックまず開催できてよかったなっていうのをすごく感じたかな、今回。悔しかったことか。なんかあるルイ。自分は、ランはあれじゃん、全カレーとかじゃないの？まあそうやな。全カレー、そう、まあ思い出すだけでやっぱ悔しいけど、それは。それはもう帰ってきた時にさ、もう悔しいわって言ってたから。確かに全カレーはやっぱり、まあ勝たないといけないというか、秋リーグ、帰ってきて、準決決勝出て、で、優勝できて、で、まあ、そこからチーム作りになったけど、自分ちょっとまだ、膝の調子も良くなかったりとかで、チーム練習になかなか入れへんって時もあって、結構迷惑かけてたから、ほんまにこの全日本インカレで自分がしっかり力出して、みんな、やっぱ支えてくれて4年生の分もやっぱり優勝せなあかんっていう気持ちは特に強かったから、今回。まあ、チームを離れる時が、ほとんどやったから、離れてしまったから。だから勝たなあかんっていう気持ちが強い分、まあ、あえて負けてしまって、そうやな、ほんまに前回は確かに悔しかったっていう。まあ、それにしてもな、今年1年間ランにとったらもう嬉しいことの方が多い1年間やったと思うけど、俺は逆にもう、なんやろな、過去最高ぐらいに悔しいし、まあ、怪我で最後何もできひんかったっていう悔しさ。もう一番悔しい。もうこの1年間ずっと悔しいかな。まあでもキャプテンやって、いろんな人間性だったり、人間関係だったり、いろいろチームをまとめるのはやっぱ大変やなって思った1年でもあったし、プレーできひんっていうのは、なんか自分、何もできひんやなっていうのが、バレーして自分が背中で見せてっていうので高校までやってきたし、それは大学でやっぱりそれができひんってなった時に、もう何したらいいんやろみたいな感じで、もうめっちゃいきず。確かに、難しいよな。プレーができずに言葉だけで言っても、なかなか説得力っていうところもないしな。まあでもやっぱバレーができるってところにもやっぱ感謝しないといけないなって思うよね。当たり前じゃないよね。そうやな。だから改めてその体コンディションの、まあ今までもストレッチ毎日するとか、そういうケアとか毎日してたけど、やっぱり怪我ってする。なる。これから、この1年間の自分の体とかメンタル的な部分をなんか見直せたかなっていう。ポジティブに捉えれば。まあそうやな。まあでももうポジティブに考えるしかないよね。新しい新年が始まってるから、やっぱやっぱこれからどうしていくかとか、今置かれてる立場もあるし、そういう立場をもう一回しっかり見て、で、この次の1年に生かせればね、絶対にその1年無駄にならんから。こと言え。こと言え。成長してますね、弟も。前の動画でさ、チャランポランって言ってさ、ランだけにチャランポランってかけてますねみたいなコメントあったからさ。うまい。頭いいやん。うまい。チャランポラン、確かにチャランポランやな。チャランポラン。普通に言ったんやけどな。なんかそのコメント結構あった、3個ぐらいあったの。すごいな。かけてなかったけど。かけてないけど。今年の目標としては、まあ、目標というのか、まあ、毎年も常に頭に置いてることを、やっぱりどれだけこの1年で成長をまたできるかっていうところが一番あって、まあ、バレーの中ではやっぱり次のパリオリンピックに向けて自分がどれだけ成長できるかっていうのが大事だなっていうのは今思ってるんで、まあ、その1年の目標は自分が成長する、去年よりもやっぱ強くなる自分っていうところを目標にしてやるんやけど、まあ、でも一番今やっぱ今年もイタリアにいて、これからまあイタリアシーズンとりあえずできるんで、イタリアのスーパーリーグでやれてる中でどれだけバレーボールの技術であったりとか、レベルであったりとか、それをどれだけ学べるか。とりあえず今イタリアで自分がどれだけ成長できるかっていうところを、とりあえず今は一番頭に置いて、で、やって、また代表シーズンに向けて頑張って
行くのが、今のとりあえず自分の目標にしているストーリーというか、現段階ではそういう計画でやっていけるのが一番ベストだなっていう考えでやってるかな、俺は。自分は今年1年間の目標は、自分も大学卒業して新たな道に進むから、新たな場所でもう一回、まずは、しっかり腰の怪我を治す。マイナスになってるんで、そこをしっかりゼロにして、ゼロから、しっかり這い上がって、今年1年間でしっかり体を戻して、もう怪我しない体にする。10年ぐらいはバレーボールやりたいなって思ってるから、そこのに向けて長い目で見て、今しっかりもうバレーやりたくてうずうずしてるけど、しっかり直して、次につなげていって、どこまで V リーグの舞台で通用するかっていうのを肌で感じて頑張っていきたいなと思います。10年ってでもかなり長いよな。長いようでさ、多分さ、もうこれからもっと早いと思う。まあ、数だけ聞いたらすっごい長い気がするけどな。めちゃめちゃ。高校3年間よりも大学4年間の方が自分的にはめっちゃ早かったから、1年間多いはずやのに、なんかめっちゃ早く感じたから、これからもっとなんか1年1年が早くなっていくんかなっていうのも思うし、まあ自分はな、社会人になるから、これからバレーボールで給料をいただくっていう、なんかあんまりそれって実感まだしてないけど、これからどういう世界、やっぱり世界が変わっていくと思うから、そこで。確かに。まあ、すごい楽しみかな。まあ、どこまで通用するかっていうのは分からへんけど、ダンのいる舞台に一歩でも近づいていけるように頑張ります。俺は待ち続けられるように頑張らないといけない。俺は。そうやな。まあでも、バレーボールを頑張るってことに対しては変わらんからな。どっちにしても。そうやな。小さい時から目標にしてきた V リーグの舞台に、まさか行けるっていうのは、その小学校の始めた時思ってなかったから、その夢が叶う。まだその舞台に行ってないからあれやけど、どこまでできるのかっていうのもうワクワクしてます。俺らがだってそうやって見てきて、目輝かして見てた選手たちがいた舞台に行けるからな。だから次はまた、こっちがそういう立場になって自分らを見てくれるわけやから、逆にまたいろいろ子供たちに未来を明るい未来を与えてあげたりな、できたらいいな。そうやんな。やっぱり小学校の時見に行って、なんか、選手に手振った時に返してもらったりとか、なんかサインもらったりとかしたらめっちゃ嬉しかったし、だから自分らが逆にそうやって手振ってくれたりとか、サイン、写真とか言ってもらったら絶対断りたくないし、そういうのって一生覚えてるやん。そうやんな。絶対覚えてるもんな。覚えてるから、そうやって思ってくださる人一人一人を大切にしたいな。本当に大切な。そうやな。思うな。間違いない。プライベートの目標か。俺は USJ に行きたい。すぐ行けるやん。練習すぐ行けるやん。いや、行ってないねって。行こうと思ったらすぐ行けるやん、もう。留学。いや、行きたいわ。だってコロナで行けへんっていうのもあるし、なんかそんな全然高い目標じゃないけど、もうだってさ、大学の間にさ、もうディズニーランドにさ、3回ぐらいしか行けへんかったんかな。でも十分行ってるやん、3回も。3回、いや、少ないわ。もっと行きたかった。まあ。ユニバにしたいんか。確かにユニバ行ってないな。ユニバ行きたいな。めっちゃ行きたい。いいな、確かに今もなんかマリオとかもあるしな。だって、あれ以来行ってないで、中学の時にさ、一緒に行ったんか。いや、俺は行ってんで。俺は行ってる。言ってたな。俺は行ってんねん。高校の時に行ってる。今年は音楽のライブに行きたい。歌手でもいいから、ライブを結構やっぱ見に行きたいなって思う。行ったことない。行ったことないし、ライブ、俺も今ギターいっぱい弾いてたりするからさ、音楽結構親しみあるし、ライブ見に行きたいなっていう思いがあるかな。最近やったらあれやんな、ゆうりさんとかな。そう。ベテルギエスな。見に行きたいしな。ベテルギエスマジ大好き。俺もう永遠にリピートしてる。いい曲ばっかやな。ライブ行けたらいいな。ユニバとライブか。ライブはマジで行きたい。ライブ行きたいな。行きたいわ。サザンオールスターズさんとかも行きたいな。やっぱ親世代とかの。ちょっとなんか渋めの曲じゃないけど。盛り上がりがすごそうやわ。テレビでしか聞いたことないやん。そうやんな。感じってな。いやでも絶対楽しいと思うで。次々歌ってくれたり、お話ししたりとかやろ。楽しいやろな。楽しいに決まってるやろ。もうこれはもう、俺はちょっと止めない。してもら
らった人の中に、なんか、ルイ君、ラン君どっちやろみたいな。